皆さんこんにちは。何年かぶりに革靴を履いたら足の甲が筋肉痛になってしまうくらい体がなまっている投資家カモーラレです。今回の動画のテーマ、久しぶりにマクロ経済の話ということで、先週末から今週にかけて日米でそれぞれ大きな相場の動きがありました。要因として日本ではイールドカーブコントロールの柔軟化、そしてアメリカでは米国債格付けの引き下げであったり、インフレ率高止まりの懸念から米国債の利回りが大きく上昇している。こういったことがきっかけで株式相場、特に日本株は大きく調整する1週間となりました。逆にそういった相場展開とは逆行して利回りが上昇して恩恵を受ける銀行株というのは今週のような暴落した局面で耐えうるのか、具体的にどれくらい利益が上がるのか、そして株価への影響を試算しましたのでご紹介したいと思います。そして2つ目のテーマでは今後の展開、日銀が行っている異次元緩和の出口戦略、このシナリオについて今回のイールドカーブコントロールの柔軟化が非常に重要なターニングポイントになっていること、これをご紹介して銀行株を投資するタイミング、皆さん一緒に考えていただく材料にしていただければと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。まずはじめにご紹介するのは、先月末に行われたイールドカーブコントロールの柔軟化による銀行に対する増益効果、このデータをご覧いただきたいと思います。そもそも今回のイールドカーブコントロールの柔軟化というのは、10年債の利回りを 1% の変動まで許容するといったもの、皆さんもすでにご存知かもしれませんが、実質的には10年債の利回りが上昇しても日銀が黙認する許容幅というのが広がった。経済効果としてはある意味利上げに近いようなものになっています。これがどうして銀行の収益増につながるのか、簡単にイラストでご紹介しますと、皆さんがお持ちの銀行口座、それぞれお金を預けているわけですけれども、銀行はこのお金をですね、企業であったり住宅ローンといったところに融資を行っている。そして当然左側の皆さんから預かっているお金、この範囲内で右側の融資を行いますので、銀行の中でお金が余る。その余っているお金は銀行の銀行と言われる日銀に当座預金として置いてあるわけです。その余っているお金というのは主に債券で運用するわけですけれども、今までは非常に低金利の局面だったので運用しても利益が上がらない。ただ今回のイールドカーブコントロールの柔軟化のように債券の利回りが上昇するような政策が打たれると、これは銀行が持っている当座預金から債券への運用に切り替えることで従来よりも高い金利を得ることができる。これが銀行に対する増益の効果となります。ですので主に増益効果は2つ。融資しているお金の金利上昇、そして新たな債券投資による金利収入。この2つですね。それでは早速データをご覧いただきたいと思います。主に大手銀行、左から順番に三菱 UFJ、三井住友、みずほ、三井住友信託、りそな、ゆうちょの6つの大手銀行、イールドカーブコントロールの柔軟化による効果を計算したいと思います。まず上から2行目、今期の純利益、会社の計画が各社上がっています。例えば三菱 UFJ だと1兆3000億円という計画になっていますね。この会社計画が発表されたのは当然今回のイールドカーブコントロール柔軟化の前ですので、ここにどれくらいの上乗せがされるかという計算を行います。それを行ったのがこの4行となっています。まず囲っている一番上のところ、金利上昇効果。先ほどお話しした主に2つの要因ですね。融資を行っている金利の上昇と新たな債券投資による金利収入。これを合計した金額。例えば三菱 UFJ だと1460億円の上乗せ効果があると試算されます。一方ですでに投資している債券に関しては金利の上昇とともに債券価格が下落しますので評価損というのが計上されます。特に大きいのは一番右側のゆうちょ銀行。他の大手銀行よりも多額の債券投資を行っているため相対的に大きな評価損が計上されそうです。今回試算を行っているのは仮に長期金利10年債の利回りが30ベーシスポイント上昇した場合を想定した計算結果となっています。ただ債券の評価損というのは満期償還すれば計上はなくなりますので一時的な要因と捉えてよろしいかと思います。金利上昇効果からこの債券評価損の膨らみというのを差し引いて約3割の税引き後でどれくらいの増益金額が得られるか。こちらの行が先ほど申し上げた上から2行目の会社計画純利益に上乗せされる長期金利30ベースポイントの上昇効果で
各大手銀行が得られる金額ですね。そして元々の計画している純利益に対してどれくらいの比率で上昇しているかというのがこちら。この純利益とそれに対する金利上昇効果による上乗せというのを各社グラフで表現しますとこちらですね。緑色が元々会社計画の純利益、そして黄色の部分が金利上昇による増益効果となります。比率でご覧いただきますと、一番左の三菱 UFJ、3番目のみずほ、一番右側のゆうちょ銀行といったところが恩恵を受けやすい銀行となっています。それではこの増益効果というのが株価にどれくらい反映されるかというのを考えていきたいと思います。まず各社の株式の指標をご覧いただきますと、ご覧の通りですね。上から順番にまず PBR、一番高い三菱 UFJ でも 0.76 倍と、いずれの大手銀行も1倍を下回るかなり低い PBR となっています。特に一番右側、ゆうちょ銀行に至っては 0.4 倍という水準です。そして PER に関しても10倍前後。特に割安に評価されているのは三菱 UFJ の 8.85 倍。一番高くても右側ゆうちょ銀行の 13.17 倍と、いずれも低い水準となっています。こういった指標からもお分かりいただけるように、銀行株は割安銘柄の代表ですが、このあたりの水準というのを後ほど計算に使いますので、頭の片隅に置いていただければと思います。そして EPS というのは1株当たりの利益ですけれども、その下 ROE という指標はですね、皆さんご存知の通り、純資産に対する利益の比率、上の行の ROE というのが今足元の水準、そして下の増益後となっているのが先ほど計算した純利益の増額、これを反映した上での比率となっています。そうすると、例えば一番左の三菱 UFJ は 7.1% から 7.6% と 0.5% 程度の ROE 改善が見込まれるということですね。こちらも各社の ROE 増益前後についてグラフご覧いただきますと、ご覧の通り 0.3% から 0.5% 程度改善されるという形になっています。ただ大手銀行の中でダントツに ROE が低いのはゆうちょ銀行 3% 台というところですね。PBR や PER といった指標、特に PER というのは以前の動画でもご紹介しましたが、企業の立場からは操作することのできないマーケットによる評価という側面が強く、逆に ROE というのは企業努力で数値を上げれる指標となっているという意味では、ゆうちょ銀行の ROE の低さというのはあまりよろしくない状態と言えます。さて、今ご覧いただいた各指標というのを前提として、今回のイールドカーブコントロールの柔軟化による株価へのインパクトをそれぞれ計算してみたいと思います。まずは上の3つの行ですね。一番上、増益推計というのは、先ほど計算したイールドカーブコントロール柔軟化による利益の上乗せ推計額、そしてこれを発行済み株式数で割ることで、まずは1株当たりの増益額を計算します。ここに株式指標の一つ PER、マーケットが各社の利益に対してどれくらいの株価で評価しているかという数字を掛け合わすことで株価に対する増益のインパクトを計算します。例えば一番左の三菱 UFJ だと1株当たりの増益額 7.61 円。これに対して PER は先ほど 8.8 倍でしたので、だいたいマーケットが評価するこの増益に対する株価への影響というのが 67.39 円というふうに計算されるわけです。さて計算ここまで一旦置いておいて、イールドカーブコントロールの柔軟化が決定された28日より前の27日時点の株価、そして日銀が政策を決定した後の直近の株価、それぞれを比較します。大手銀行6行ともイールドカーブコントロールの柔軟化が発表された直後に大きく株価上昇して、今週1週間の暴落した局面を超えてもなお27日終値よりも高い株価水準にあります。ですので今足元の株価が27日の終値からどれくらい上がっているかというのを差し引いて、株価に対する増益インパクトの3行目の金額ですね、これと比較することでどれくらい上がる余地が残されているかというのを計算したのがこちらの行になります。例えば三菱 UFJ だと直近 1144.5 円、日銀の政策変更前は1079円ということで 65.5 円すでに株価が上昇している。計算上残されている余力というのは 1.89 円ということで、株価に対する比率に直すと 0.16% と、ほとんど織り込んだというふうに考えてもいい水準かと思います。逆に一番右側のゆうちょ銀行だと株価に対するインパクトは 119.82 円あると思われますが、直近の株価1144円に対して政策変更前は 1141.5 円と
ほとんど株価上がっていないということで、かなり上昇余地が残されているというような計算になります。では今ご覧いただいた株価へのインパクトで、織り込みがまだ進んでいない余力が大きい銀行の株を買えばいいのかというと、短期的にはそのように捉えていいかもしれません。ただ、銀行株を長期的に買いたいと考えている方、特に高配当を狙っている方というのは、もう一つ別の観点で計算をする必要があります。こちらご覧いただいているのは、大手銀行の ROE の推移を中期的にどれくらい伸びていくか、グラフで表したものです。足元の水準は平均で 6% から 7% ですが、日銀の政策、イールド株コントロールの柔軟化、そして解除に向かっていくにつれて ROE が 10% 程度まで改善していくと見込まれている。さらには、東証がですね、PBR の1倍割れの銘柄に対してテコ入れを行っているというお話もあります。以前の動画でご紹介しましたが、PBR というのを式で分解していくと、時価総額割る株主資本というものに対して一つの要素を加えて掛け算で表す。その要素というのが純利益となります。そうすると PBR というのは ROE×PER というふうに表されるわけですね。そして先ほど少し申し上げましたが、ROE というのは純利益割る株主資本なので、たくさん純利益を上げることができれば上昇していく。企業が自ら改善することができる指標となっています。一方で PER というのは、純利益が増えると式の上では数値が下がるように見えますが、基本的には純利益が大きく成長する企業というのは、株価が上がって分子になっている時価総額も同時に膨らんでいく。つまり PER という指標は、マーケットがその企業の純利益に対して評価する数値。企業が左右する術を持つ数値ではなく、マーケットによって評価される軸ということですね。そして PBR について大手の銀行6行とも1倍どころか 0.8 倍すらも届いていない状況。ただ一つ前ご覧いただいたように ROE というのは今後改善が見込まれるとなると、まず ROE が上昇するにつれて PBR は改善に向かっていく。そして ROE が改善される企業に対しては当然マーケットでも評価が上がっていく。となると PER に関しても低水準だったものが平均的な水準13倍から15倍と言われますが、こういったところまで引き上げられればさらに PBR は改善できるというシナリオですね。つまり銀行株の株価に対するインパクト、これを考えるときに純粋にイールドカーブコントロールの柔軟化によって与えられる影響というのは先ほど計算しましたけれども、これによって ROE が改善したり、マーケットからの評価 PER が平均回帰するといったようなシナリオを考えると、また別の銀行の株の方が魅力的に見えてくるわけです。先ほどご覧いただいた指標をもとに、各社の PBR がどれくらい改善するか、1倍に向けてマーケットにおける割安な評価の是正というのも踏まえた上での株価の上昇幅というのを計算したのが、こちら下4行付け加えた数値になります。例えば上から2行目、今現在の水準の PER ですけれども、先ほどご覧いただいたように、どの銀行も10倍程度、一番高くてゆうちょ銀行の13倍ですが、東証のサイトに上場全銘柄の PBR、そして PER の水準、このデータが掲載されています。それをもとにですね、この 0.6 倍、0.7 倍程度のPBR を持つ銘柄がどれくらいの平均的な PER を持っているか。これを平均するとだいたい PER は13倍というのが出てきます。一つこの13倍というのを目標に割安是正が行われると仮定した場合に、13倍に達するまで PER はどれくらい上昇する余地があるのか。これを計算したのがこちらの行です。そして EPS、1株あたりの純利益。これをもとに割安是正が入ると仮定した場合の倍率を用いて株価にどれくらいの上昇余力が残されているか計算したのがこちらです。そして足元の水準に対して何%上がる余地が残されているかご覧いただきますと、先ほどとは逆にゆうちょ銀行はもうすでに PER が13倍ということで、6つの銀行の中では最も魅力度が少ない。一方で、三菱 UFJ やみずほといったところが 4% を超える上昇余力、まだ織り込みが足りていないんではないかという伸びしろの部分が残されているといったような計算になります。今回の日銀の決定前後といったように、短期的に銀行株を持ちたい方、あるいは暴落をしのぎたいだけという方は、先ほどまでの計算結果ですでに織り込まれている株価というのを相対的比較して銘柄選んでいただければいいかと思うんですけれども、長期的に銀行株を持ちたい方というのは、ご覧いただいたこちらの今後日銀が打ってくる政策変更、
そして銀行に対する利益の寄与、ROE の改善、これを踏まえて割安の是正といったところまで考えていくことが重要かと思います。さて、ここまで銀行株に対するインパクトをご覧いただきましたけれども、そもそも今後日銀が打ってくる出口戦略のシナリオ、長期的に銀行株を考える際に、日銀がどのようなタイミングで次の一手を打ってくるか知っておくことで、銀行株への投資タイミングというのを測ることができるかと思います。この出口戦略のシナリオを考えるにあたって最も有効と考えられるのが、日本のようにイールドカーブコントロールを導入してすでに解除を行った国があります。それがオーストラリア。ご覧いただいているグラフが、青線がターゲット金利、イールドカーブコントロールで、オーストラリアの場合は3年の金利をターゲットにしましたけれども、2020年コロナショックが起きたタイミングで導入し、一度年末にターゲットの水準を引き下げて、21年の11月までこの政策を導入していたということですね。そしてオレンジのグラフがターゲット国債の市場金利、マーケットにおける3年債の利回りですね。黄緑がスワップ金利となっています。オーストラリアはコロナショックが起きた際にすでに低金利政策を行っていたため、さらなるセーフティーネットの一つとして、異次元緩和策の一つであるイールドカーブコントロールの導入を決定しました。しかし、21年の11月、解除のタイミングのところで非常にバタつく結果となってしまい、どちらかというと計画的にやめたのではなく、マーケットに投機的なアタックを受けてやめざるを得なくなったという形。そしてオーストラリア中銀は、このイールドカーブコントロールの解除についてうまくいかなかったと認めており、さらにはイールドカーブコントロール自体があまり積極採用すべきではないといった振り返りを行っています。仮にこのような金利の急上昇というのが日本でも起これば、銀行株にとってはさらなる利ざやの獲得につながるのかもしれませんけれども、オーストラリアのイールドカーブコントロール導入とその解除に至るまでのインフレ率や住宅価格をご覧いただくと、圧倒的にですね、日本よりも強い経済状況というのがお分かりいただけると思います。導入に至ったタイミングは、こちらコロナショックで、特に赤の線ですね、CPI、インフレ率が目標とするレンジよりも一段と下回ってしまった。2% から 3% に CPI の水準を置いておきたいのに、1% に迫るところまで行ってしまったということで、イールドカーブコントロールを導入しましたが、約2年弱の期間でインフレ率は急上昇ということで、ご覧いただいたように慌てて撤廃するという形になりました。ただ日本の場合はですね、オーストラリアと比較すると GDP の成長率であったりインフレ率、この推移というのが押しなべて弱い。そもそもイールドカーブコントロールの採用期間というのも短期的に採用したオーストラリアとは違って日本はかなり長いこと緩和策を行っている。すでに一番最初に異次元緩和策、黒田総裁が就任して採用されてから10年以上が経っています。右側の CPI についてはオーストラリア、急上昇して目標とするレンジをあっという間に突破しているのに対して、日本に関してはようやく 2% を超える水準になってきた。しかも、このインフレ率の上昇というのは、国内の景気改善による影響というよりかは、アメリカを中心とする他国の影響を受けたものが強いインフレ率の上昇となっているということで、オーストラリアのように早急にイールドカーブコントロールの撤廃に向かうのではなく、かなり時間をかける必要がある。なんならアメリカの利上げが止まり、年末にかけて利下げに転じる局面に至ってくれるのを待っているというような節もあります。もしそうなると、アメリカの利下げで緩和方向、景気は改善に向かうので、日本にとっては引き締め方向となるイールドカーブコントロールの撤廃、このインパクトを和らげてくれるという形ですね。そうするとアメリカが利下げに転じるに至るまで、先ほどは年末と少し申し上げましたが、そのようなスパンで考えているのかであれば、次の日銀が打ってくるイールドカーブコントロールに対する一手というのはなかなか出てこないのではないか。実はマーケットでもそのように考えられています。例えば日銀展望レポート CPI インフレ率の見通しですが、2023年度はコア CPI で 2.5%、新コア CPI で 3.2% と、いずれも高い数値を記録していますが、2024年度は一転してコア CPI が 1.9%、新コア CPI は 1.7% と、どちらも再び 2% を割る水準が見込まれています。結局、今足元で起きているインフレ率の上昇というのは、日銀の政策による効果ではなく、他国の影響によるもの。つまり、日本国内における景気の回復、あるいは雇用状況の改善、賃金の上昇、
これをもって 2% の目標インフレ率を達成しているわけではないという状況ですね。ですので日銀の次の一手となるイールドカーブコントロールの撤廃は 2% 目標のインフレ率を達成するというお題目を下ろさない限りはかなりの期間を様子見してから行わざるを得ない。1年2年かけて本当に CPI の数字が 2% を超えるのかというのを判断する必要があるということですね。そして次の一手をイールドカーブコントロールの撤廃と申し上げました。ご覧いただいている方の中には今回のように撤廃まではいかずともターゲットの金利を引き上げたり変動許容のレンジを再び拡大すればいいんではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。ただそれが考えにくい理由があります。ご覧いただいているこちら日本の国債イールドカーブですけれども10年債のところは 0.69% となっています。今回のイールドカーブ柔軟化許容範囲の拡大によって 1% まで許容するという形になっているわけですけれども、例えばターゲットを引き上げたり許容レンジを再拡大するとこの 1% というのはもう超えていくという形になりますね。この時問題になってくるのが日本政府の債務比率。先日格付け機関がアメリカの国債を格下げしましたけれども、この時のように政府の債務比率というのがどんどんと高くなっていく。この 1% というのは一つの分岐点となっていて、10年債 1% を超えると政府の債務比率というのは発散していってしまう。当然財政が改善すればこの 1% というデッドラインも上がっていきますが、今現状の債務状況で考えると10年債が 1% を超えるというのは政府にとっても利払いが拡大してしまい債務比率がどんどん発散拡大するとなってしまうと経済上の信用問題につながるというわけですね。ということで次の一手はイールドカーブコントロールの修正という形が取りにくい。しかしインフレ率、日本国内の自分の経済力、雇用や賃金の上昇というのをよくよく長い期間確認した上で撤廃を検討するとなるとかなり長い1年2年のスパンで日銀としては待機の期間が続くんではないかと考えられます。そうするとですね、今回のようなイールドカーブコントロールの柔軟化で銀行株が跳ね上がったというような動きはあまり期待できない。銀行株自体に投資妙味を捉えてもあまり慌てて変わっていく必要性はないというふうに考えられるわけですね。ということで今回の動画まとめですけれども、まず今回のイールドカーブコントロールの柔軟化は銀行の収益増、どれくらいの増加金額になるか、そして株価に対するインパクトというのをご紹介しました。これを踏まえて中長期的に銀行株を取り巻く経営環境が改善され、ROE の改善、PBR や PER といった割安さが見直されることによって株価の上昇につながるかというのが一つ投資妙味として注目になってきます。しかし日銀の異次元緩和策の出口戦略はしばらくは様子見をせざるを得ない状況です。長期的にはイールドカーブコントロールをやめていく方向に進んでいきますが、それは国内の雇用、賃金の状況、あるいは財政の状況、そういった板挟みの状況が改善していく数年スパンが必要ということですね。ただしオーストラリアの例をご覧いただきましたが、オーストラリアの3年債、マーケットの利回りが急上昇する、つまり投機的アタックで売り浴びせを行われてしまって受動的にイールドカーブコントロールを撤廃させられた。日本ではオーストラリアのような景気の強さが見られない分、そう簡単に投機的アタックに対して、はい、わかりました、イールドカーブコントロールをやめますという風には出られない。万が一投機的アタックが来た場合にはしっかりと防衛していく必要になるかと思いますが、サプライズ好きの日銀ということで急にですね、投機的アタックが来たんでもうやめますみたいな流れに絶対にならないとは言い切れないことも一つ片隅に置いていただいた方がいいのかなというところです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。